皆さんごきげんよう、上川かおるです。今回取り上げる話題はアフガニスタン情勢についてです。つい先日、イスラム原理主義勢力であるタリバンが首都カブールを陥落させました。これに伴ってアフガニスタン政府はもはや瓦解し、それに伴ってタリバン政権の復活というものが現実になろうとしています。今回の動画においては、アフガニスタンが一体なぜこのようにタリバン勢力に蹂躙されたのか、そのあたりについての解説を行っていきましょう。この話題というのは欧米の報道局などにおいてはまさにトップニュースの扱いになるのですが、日本では国際情勢についてのニュースというものはどうしても小さくなりがちです。さらに言えば YouTube における時事ニュース系のチャンネルなどにおいてはさらに扱いが小さいと私は思います。確かに非常に難しい話題ですし、また普段から注目されている国ではありません。しかし今後の世界情勢、そして日本にとっても決して全く無縁な話ではないということから、アフガニスタンで一体何が起こっているのか、そしてその影響がどのように今後出てくるのか、そのあたりについて知識を持っておくことは非常に重要だと私は思います。というわけで早速、一体何が起きているのか、そのあたりについての話をしていきましょう。なお今回はニュースの引用は行いません。さて、タリバンが首都を陥落させましたよというところから話をスタートしましたが、一体なぜこのようなことになったのか、その原因からお話をしましょう。タリバンが勢力を伸ばし首都を陥落させた、その原因となっているのは何といってもアメリカ軍の撤退が決まったからです。アフガニスタンには政府があって、その政府の下に軍があります。しかし実質的な戦闘において非常に重要なのがアメリカ軍でした。しかしそのアメリカ軍が撤退するその期日というものがどんどんと迫ってくることによって、もう今後はアメリカ軍は脅威ではない、だから今こそ攻め時だとタリバンが考え、どんどんと行動を拡大していったのです。その結果として彼らにとってもおそらくはここまでの勢いは出ないだろうと思っていたぐらいに、アフガニスタンの政府軍は一気に瓦解し、それに伴ってタリバン勢力はどんどんと支配領域を広げ、そして首都を包囲、そして降伏勧告へとつながったのだと私は思います。それではアメリカ軍がなぜ撤退することになったか、そのあたりについてのお話をしましょう。そもそもこのアフガニスタンからの撤退というのはアメリカ国内においては広く支持されている政策でした。というのも、アフガニスタンに侵攻してからもはや20年、アメリカの人々にとってアフガニスタンで多くの若者たちが命を落とすことには、もはや支持する人たちの方が少ない状況です。ですから、今回撤退が本格的に行われるにあたって、その当事者はバイデン大統領となっているわけですが、この撤退を本格化したのはトランプ大統領の時代です。トランプ大統領はもはやアフガニスタンにおける戦闘行為を継続することは良くないとして、タリバン側と和平交渉を行いました。そしてその和平交渉の結果として実際の動き、撤退の行動が始まっていったのです。しかしアフガニスタンにアメリカ軍が駐留するにあたっては、それこそアメリカ側からの支援というのもたくさん入ってきています。お金の面にしてもそうですし、装備の面にしても非常に継続的な支援が行われていたのですから、なぜこれほどアフガニスタン軍が弱かったのかについての解説をしておきましょう。一言で言えばアフガニスタンは政府行政にしても軍にしてもどちらにしても腐っていたというのが最大の弱点です。縁故採用ははびこりますし、また身内同士での利益供与なども横行していました。さらには賄賂といった問題などもこれまた日常化していました。ですからどれだけお金をつぎ込んでいったとしても、それがきちんと機能はしなかったのです。これは行政にしても軍にしてもどちらについても同じ問題を掲げていました。そしてタリバン軍と戦うという意味においてアフガニスタン軍の腐敗というものも著しいものでした。例えば兵士に対する給料を払わなければならないわけですが、末端の兵士たちに払われる給料は非常に低いものでした。それは単純に元の予算が少なかったからといった問題もあるでしょうが、同時に不正な抜き取りといったものも横行していたのです。例えば兵士の名前をどんどんと増やせば当然のように給料は増えますが、書類上の水増しをしてその架空の兵士たちに対する給料というものを着服する軍幹部というものも多数いるということがアメリカ側からの報告として上がっています。そして実際に支払われる給料が安いわけですから、戦場に立つ兵士たちの士気というのも当然低くなります。彼らにしてみれば他に仕事があればしたいんだけど他に仕事がない、アフガニスタンの経済状況はよくありませんから仕方なく兵士をしている。
そして仕方なく兵士をしているんだけど、やっぱり給料が低い。さらには、アフガニスタンの政府軍で働くということは必ずしも称賛される行為としては見られていませんでした。というのも、これは宗教的な感覚というものを私たちは理解しなければなりません。アメリカはイスラム教圏の国ではありません。当然のようにキリスト教圏の国です。そしてアフガニスタンを牛耳っていたのはタリバンというイスラム原理主義者の勢力でしたから、これは宗教対立へとつながる話です。価値観の対立というものは非常に大きいのです。ですからアフガニスタン政府というものはキリスト教のまさに傀儡政権であるアメリカの犬であるといった考え方から政府軍の兵士として働くということはそのことを理由として身内からも冷たくあしらわれるようなことが日常的にあったそうです。ですからアフガニスタン軍は30万人いるというふうに言われていましたが、その中で実質的にアフガニスタンを国家として守ろうという士気の高い兵士というものは一部に過ぎなかったと言われています。ですからタリバン勢力との戦いにおいても決して圧倒することができず、アメリカの支援なしには戦線を維持することができなかったと言われています。そしてその戦線を維持するためにアメリカ軍が欠かせなかった、その欠かせなかったアメリカ軍が撤退するとなったらタリバン軍の攻勢に耐えられなくなったというわけです。命を懸けて戦うほどに軍に対する忠誠もないし、そもそも彼らにしてみれば命あっての物種という具合にしてさっさと戦闘から逃げ出してしまう人たちがたくさん出てしまったのです。そして兵士たちがどんどんと逃げた後に残るのは一体何でしょうか。それはアメリカ軍から提供された米国製の兵器たちです。そのような武器弾薬というものをタリバンが接収してそれらを活用もしくは売却などして資金源とすることができれば、さらに彼らは強力になっていきます。そして強力になったタリバンに対して反タリバン派の人たちが戦おうとしても結局のところ孤立して完膚なきまでに潰されてしまうという現象が各所で起こることとなります。そのような戦況が後方に伝わるとさらに兵士たちは戦う気をなくしてしまいます。そして武力である軍がそのような状態ですから、行政側の人間たちも同じようにこれはもうタリバンに対抗できないなとすぐに諦めてしまう現象が各所で発生しました。ですから戦って殺されるよりは降伏条件を話し合った方が良いと考える、そのような動きが政府側の主要としてどんどんと広がっていってしまったのです。なおタリバンはこの20年間アメリカとの戦いを継続して行ってきました。このようなことができたのは一体なぜだったのかについてのお話をしておきましょう。このことを理解するには彼らを支援する勢力が海外に存在することを理解する必要があります。 YouTube においてはそれこそ中国の話というものが非常に多く聞かれるわけですが、実際のところ中国だけが支援していたと思うのは大きな間違いです。タリバンを継続的に支援していたのは隣国のパキスタンです。このことを理解するにもまた宗教の話をしなければなりません。中国はこの宗教に対しては基本的には排除姿勢をとっています。中国における宗教というのは共産党崇拝という宗教だけであり、それ以外については基本的にはあまり快く思ってはいません。キリスト教の教会などがあってもそこには監視カメラが必ずついていたりします。そのような中国よりも実質的な同じイスラム教圏の国であるパキスタンの方が非常に長く伝統的にタリバンとの関係が深いのです。なお、お隣の国という意味ではイランもありますが、イランは同じイスラム教圏の国ではありますが、シーア派とスンニ派の違いがあって必ずしも一心同体となれるわけではありません。同じイスラム教であってもこのスンニ派とシーア派の仲違いというのもあるので必ずしもうまくいくわけではないのです。パキスタン領内にはイスラム神学校があり、このイスラム神学校において敬虔なイスラム教徒が戦闘員として訓練されることなどがそれこそ国際テロ組織アルカイダの時代から言われていました。そして同じように宗教つながりで言うと資金援助の面においてもやはりアメリカに対する反抗、キリスト教に対する反抗という面でも資金援助などが行われていたことは明らかです。このあたりについてはアメリカの研究者などがその内訳についての研究レポートを出しているので簡単にご紹介しましょう。タリバンの資金源となっているお金は一体どのような風になっているのか。その収入の柱は何といっても麻薬取引です。なんと420億円という巨額のお金を彼らは手にしていると言われています。さらにそれに続くのがアフガニスタンは非常に山岳地帯が多いですが、そこでの鉱山開発などで得た貿易収入があります。そしてタリバンが実質的に支配している地域における徴税。研究レポートの発表された時期から言って現在のようにアフガニスタン全土を
支配地域に置いていた時のお金の金額ではありません。そして海外からの支援金というものが入っているそのお金というものも240億円程度あるだろうと言われています。このように戦争を継続するためにはどうしても軍資金というものが必要なわけですが、タリバンは基本的に貧乏だったわけではありません。彼らが支配している地域からお金は上がってきますし、また麻薬取引を積極的に行うことによって彼らが利益を得ていて、それに伴っての武器弾薬の調達なども行われていた。さらには戦闘員の勧誘なども海外で行われていたことなどから、アメリカとの戦争が継続できたというふうに見るべきでしょう。なお、ここで出てきた麻薬製造の話なのですが、別にアメリカ軍との戦いが激しくなって仕方なくやったとかそういった話ではありません。それこそアフガニスタンに侵攻するその以前からタリバンは麻薬製造というものを一つの産業政策として取り組んでいました。基本的に彼らにとっては商業工業を発達させるといったことよりも、むしろ麻薬をどんどんと作って売り払えばそれで金が入るじゃないかという他人の不幸の上に自分たちの収入というものを成り立たせる政策をとっていたのです。そして今後はアフガニスタン全土を制圧したわけですから、他の国との交易路というものが彼らにとっては収入源となります。パキスタンとの交易だけではありません。イランやタジキスタン、そして中国とも国境を接することとなりました。それではここからは少し中国との関わりについてお話をしていきましょう。中国における新疆ウイグル自治区では、イスラム教徒に対する人権弾圧という名のジェノサイドが実施されています。そのことについてはこのチャンネルでも何度となく言及してきたわけですが、今回タリバンがアフガニスタン全土を制圧したことによって中国に対する攻撃などが始まるのではないかといった声などをする人がいますが、実質的に起こるとは私には思えません。なぜならばタリバンはすでに中国側と接触し、もはや外交を展開している状況です。つまり敵対する意思ではなく、どうやって中国から投資を引き出そうかといった話などを話し合っているような段階です。このあたりの事情はまず中国側にしてみれば、タリバンがもしも中国を敵視し、中国側にそれこそ戦闘要員をどんどんと送り込んでくるようなことになれば、それこそウイグル自治区における分離独立運動、それこそ戦争状態へと発展しかねないことであり、このようなことは絶対避けなければなりません。しかし現実タリバンはそのような動きを見せているわけではありません。一部中国から逃れた人々がタリバン側に入って戦闘員として戦っている話なども出てきてはいますが、じゃあその人たちが再び中国に戻って分離独立運動のための戦争を仕掛けているかといえばそういったわけでもなさそうです。もちろん一部の人たちはテロ攻撃を仕掛けてはいますが、それはあくまでも中国当局の取り締まれるレベルの散発的な攻撃にとどまっているようです。そのように情勢をコントロールするようなことができている背景には、何といっても中国側がそもそもタリバン側を抱き込みたい事情というものがあります。先ほども述べたように敵対すれば当然のように中国にとって害になることは明らかなわけですが、一方において得る利益というものは非常に大きなものとなります。というのも、アフガニスタンというのは非常に交通の要衝として知られています。それこそ中東に抜けるルートであると同時に、中央アジアの国々との交易路としても非常に海の入り口となりやすい場所だからです。中国からアフガニスタン、そしてイランへとつながるルートというものが直通状態になれば当然のように最短でのパイプライン構想なども十分考えられることです。そしてもっと大きな枠組みから考えれば、中国の進めている一帯一路構想においても、アフガニスタンはまさにこれまではアメリカの影響下にあった国なわけですが、これからははっきりとアメリカの勢力を排除する。そしてその真空地帯に中国が入りやすくなったという意味において、中国はこれからタリバンと非常に友好関係を築きたい状況なわけです。ですから中国は新疆ウイグル自治区で一体何が起こっているか、タリバン側への説明としてはあくまでもテロリストを捕まえるために行っていることであり、それ以上でもそれ以下でもない。タリバンの皆さん、決して私たちはイスラム教と対立しているわけではありませんよという表向きの説明を尽くしています。そしてタリバン側もそのような実質的にはどうかといった話ではなく、表向きそういった話で収めようかという動きを見せています。このあたりはタリバン上層部に対する利益供与などを通じてタリバン側を味方につけることに中国は成功していると見るべきでしょう。そういったわけでタリバンがアフガニスタンを制するということは中国にとっては一帯一路コースを強化することにつながり、そしてロシア、中国、イランというこの反米国家を
地続きにするようなことが可能になる。そういった意味でアフガニスタンが自分たちの陣営側に来るということを非常に歓迎すべき状況なわけです。ただし、事態があまりにも急展開していて、このタリバン側の抱き込みにかける時間というものが不十分であったことから、中国は表向きはアメリカに対しては文句を言っています。アメリカがこんな急に撤退するから、アフガニスタンが一気に情勢悪化してしまったじゃないか。バイデン政権は一体何をやっているんだと非難しています。ただこの非難も先ほども述べたように中国側が根回しをする時間が足りなかったじゃないかということを裏に持っているだけのそういった類の批判だと私は思います。そして今後のアフガニスタン国内の情勢については非常に私は暗い見通しを持っています。今回の動画の最初の方でも何度となく出てきましたが、基本的にタリバン政権というものはろくでもない政権になる可能性が非常に高いです。以前アフガニスタン全土を掌握していた時代もそうなのですが、基本的に彼らのやることは近代的な政治では全くないからです。例えばイスラム原理主義者だと言われるそのゆえんというものは、他のイスラム教圏で行われていないような恐怖政治というものを行い、また女性に対する扱いというのも非常に前時代的なのです。他のイスラム教圏では女性たちに対する教育を受けさせることに何ら抵抗はない状態なわけですが、タリバンの場合はそのようなことは許さないということをはっきりと政策として盛り込んでいました。例えば女性に対する教育を受けさせないし、また仕事をつかせることなどもさせない。女性というものはあくまでも男性の従属物であり、それ以上でもそれ以下でもない。保護する対象だから家事程度はやらせるよといった具合な非常に扱いが劣悪だったのです。そのような従属物であるという考え方というものが広く浸透していた時代がありましたから、例えば女性が自由恋愛的に誰々が好きになってといった具合にして婚前交渉などをすると、それこそ家族の人がそのような不名誉な行動をした娘を殺すことを名誉殺人として黙認するような文化すらありました。また男性が交際を申し込んだ際に女性がこれを断ると、男性に対するそのような拒否をすることは許せないとして酸を浴びせかけるアシッドアタックなどのということもこの地域などでは非常に多く見られる現象だったのです。首都を陥落させた際、タリバンの広報官はこのような女性に対する抑圧的な政策を復活させるのか、そのことについてインタビューされると、新しいタリバンはそのようなことはしないということをインタビューには答えていました。しかしそれが本当にそうなのかというのは今後も見ていかなければなりません。何しろ今は世界中から注目されている状態ですから、そのような政策をすると外見的に悪いなという計算が働いている可能性があるのです。アメリカとの戦闘20年間においてタリバン内部におけるイスラム原理主義者というその色合いの強い幹部などもかなり戦闘で亡くなっています。ですから他の世俗的なイスラム教圏の影響というものも受けて、女性に対する扱いも少しは改善した可能性も一応はあるのです。ただしそれが一時的なものに過ぎないのではないかと考える人々は、それこそアフガニスタンにも非常に多く、首都が陥落したこの状況下において、例えば化粧品モデルをしている女性モデル、そういった人たちの写真や広告などについてはすでに塗りつぶされるといったことが行われていますし、また学校においても女生徒たちに対して先生がもう今後は君たちに教えることはできなくなるかもしれない、そういった話なども実際に行われているそうです。そして政策が戻るだけではなく、傀儡政権下の下で働いていた人たちは反逆者とみなされ、今後は公開処刑というものが復活する可能性などについても多くの人々が不安に思っています。ですから首都陥落、そしてアメリカの大使館員やアメリカ軍関係者が海外へと脱出する際に、カブール国際空港には多くの現地人スタッフなども私も飛行機に乗せてくれと退去して押しかけています。ですがそれらの人々はおそらくほとんどの飛行機に乗ることを拒否され取り残されることでしょう。それらの人々が最終的にどのようなことになるかというのは今のところ定かではありません。しかしそれらの人々が命を奪われる可能性というものは非常に高いと思わざるを得ないのです。すでにアフガニスタン政府は瓦解しましたから、今後タリバン政権が樹立を宣言し、それに伴ってアフガニスタンの国名変更を宣言すると言われています。新しい国名はタリバンイスラム首長国です。この新しい国名になった時には、改めて世界の中でこの国を承認するのかしないのかといった問題が発生します。長年タリバンを支援してきたパキスタンは真っ先に承認するでしょうし、またタリバンとの関係を深めたい友好的な立場を取りたいと考えている中国などもこれに続く可能性があります。
最後にアフガニスタンからアメリカの影響力が排除されることが決定しました。これに伴って、まず第一にこの地域に影響力を伸ばしてくるのはパキスタンでしょうが、しかし、パキスタンと比較してはるかに経済力、軍事力の大きい中国が、その後、年月を追うほどに、その影響力を増してくることでしょう。このことは、反米国家連合であるロシア、中国、そしてイラン、この結びつきを強めることにもつながることであり、国際情勢上においても非常に大きな情勢変化だと言えます。中国の進出というものは政府上層部に対する籠絡といったものがうまくいく反面、その地元の人たちにとっては仕事を奪われるようなことも十分ありますし、反中感情が生まれる素地というものもあるので、決して全てがうまくいくわけではありません。以上、タリバン政権復活するであろうというこの情勢下において、タリバンそしてアフガニスタン情勢についての解説あれこれでした。きっと皆さんにとっても役立つ見解の一つや二つはあったのではないでしょうか。日本ではこうした国際情勢のニュースというものはどうしても取り扱いが小さくなりますが、しかし現代はまさに米中冷戦という非常に大きな時代の流れの中にあります。そしてその時代の流れの中においても一つ大きなポイントとなる出来事が起こっているわけですから、一体何が起こっているだろうかといったことに興味関心を持つことは私は非常に重要なことだと思います。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックをよろしくお願いします。そして役立ったなと思った時にはサンクスボタンから投げ銭機能もぜひともご利用ください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。